近年のミニ四駆で、重要な改造といえば、ブレーキ。マシンのフロントやリアにスポンジを貼り、坂に突入する際に摩擦でブレーキをかける、という仕組みなのだけど、ここで気がついたことがある。この方式だとコースの谷でしかブレーキがかからない。しかし本当に減速したいのは山の部分では？例えばバンクの入り口は減速したくないけど、谷になるのでブレーキがかかってしまう。逆に、長いストレートからスロープ下り、とかだと、スポンジが路面に当たらず、そのままの速度で射出してしまう。山で減速させるために、車体の中央にスポンジを貼る。腹ブレーキ、という改造もあるけど、どうやら地上高の規定の関係でほとんど当たらないらしい。ホイールベースが長ければ腹ブレーキが機能するのでは？というわけで、GR1 シャーシを用意した。ラジ4駆シリーズに使われていたシャーシで、ホイールベースは 94mm、通常のシャーシより 14mm も長い。関係ないけどタミヤのホームページにラジ4駆の情報は残っていなかった。このシャーシの中央に地上高 1mm でスポンジを貼れば、腹ブレーキが効くマシンになるはず。今回のテストコースは、ストレートからスロープ下り、そしてすぐにコーナーというかなり鬼畜なコースにしてみた。通常のマシンはブレーキなしで離陸することになるけど、腹ブレーキが機能すればここでブレーキがかかる、という算段である。モーターはノーマル、前後に FRP ステートローラーを取り付け、ボディは机の上にあったアバンテマーク3を装着。まずはブレーキなしでどうなるか見てみよう。ゴー。はぁ。ノーマルでも飛び出てしまった。次は車体裏の中央にブレーキスポンジを貼る。高さは偶然にも 1mm ギリギリになった。スイッチオン。ゴー。お、クリアしたぞ。もうちょっと速度を上げてみよう。というわけでトルクチューンモーターを装着。スイッチオン。ゴー。あかーん。どうやらノーマルモーターの速度でギリギリだったみたい。自作シャーシでさらにホイールベースを広げようにも、前後ステーのスペースを考えるとこれ以上は、いや待てよ。スーパーワンシャーシのようにサイドステーにすれば、リアギリギリまでホイールベースを伸ばせるな。さらにフロントステーもなくしてしまえばもっと攻められるはず。というわけで開発を開始する。まずは今回の肝であるホイールベース。手持ちのタイヤで全長が 165mm になるように、前後の軸を配置。モーターはフロント側に寄せて、プロペラシャフトを使って軸を延長。カウンターギアと、スパーギアで動力を伝達する。電池はプロペラシャフトの両サイドに搭載した。これらの具に合わせてシャーシを設計。前輪の後ろと後輪の前に、FRP ステーを通す穴を開ける。シャーシ中央にブレーキを貼るための面を追加し、バッテリーホルダーとスイッチ、そしてモーターホルダーを作れば、3D データ完成。トレッドが広い弾丸レーサーみたいになった。3D プリント中。ここからは組み立て。先に下ごしらえとして、プロペラシャフトを 60mm に切断し、モーターカバーに配線をしておく。まずはモーターを取り付け、先ほど切ったプロペラシャフトで軸を延長し、前後にカウンターギアを搭載する。電極を差し込み、モーターカバーをネジ止めする。前後のシャフトやタイヤを装着し、スイッチを差し込む。バッテリーとバッテリーホルダーを取り付け、これにサイドステートローラーを付ければ、超ロングホイールベース4駆、完成だ。ボイスイントルーダー感あるな。箱に入れると全長ギリギリのところにタイヤがあるのがわかる。ボディは同じくアバンテマーク3。まずはノーマルモーター、ブレーキなしでテストしてみる。スイッチオン。ゴー。いけたな。次はトルクチューンで挑戦。スイッチオン。ゴー。あれ？これもいけてしまった。もしかしたらホイールベースが長くなったことで、フロントが下がるタイミングが早くなって、コースに入りやすくなったのかもしれない。とりあえずテストを続行。ライトダッシュモーターで挑戦してみる。ゴー。壁。
さすがにダメだった。そしてボディが破損してしまったので、ここからはボディなしで戦うことにする。いよいよ腹ブレーキの出番だ。シャーシの真ん中にブレーキを貼る。もちろん地上高は1ミリギリギリ。スイッチオン。ゴー。おー。入った。もう一回やってみよう。ゴー。クリアできている。スローで見てみよう。着地点に注目。腹ブレーキの方は飛距離が短くなっているぞ。さらにスピードを上げてみよう。というわけでハイパーダッシュを搭載。スイッチオン。ゴー。ダメだった。スローで見ると、際どいところで壁に乗り上げてしまっている。ただブレーキなしのライトダッシュよりは惜しい感じだった。一定の成果を見せたロングホイールベース4駆だけど、ここまで長いと気になるのが、コーナリング速度。ホイールベースは短い方がコーナーで速い。ということがすでに先駆者たちの研究で明らかになっている。けどせっかくなのでこちらのコースで検証してみる。まずは同じセッティング、ノーマルモーターの MA シャーシ。スイッチオン。ゴー。こんな感じ。次に同じくノーマルモーターのロングホイールベース4駆。スイッチオン。ゴー。ちょっとわかりにくいな。映像を重ねてみる。スタートで前に出たのは、ロングホイールベース。3周の時点ではまだ差があるけど、周回を重ねるごとに差が縮まって、6周で逆転した。やはりコーナーで若干減速しているみたい。原因としては、ホイールベースが長くなると、走行軌道とタイヤの向きのズレが大きくなり遅くなる。ということだと思う。まとめ。既製品のシャーシでは、腹ブレーキはあまり効かない。自作シャーシでホイールベースを派手に広げればそこそこ効く。ただしコーナーは遅くなる。山で効くブレーキはとても夢がある改造なので、今後も色々実験してみようと思う。おまけ。ハイパーダッシュでさっきのコースを走らせてみる。4ローラーだし吹っ飛ぶかと思ったら、意外と大丈夫だった。